宇宙は空体または物質母体とも言うべき異及び異体から分裂した運動意識を有する最小単位の物質原子体意志を総子とする。この意志は吸引廃脚力によって他の意志群と修正運動を開始し、その修正体には意志の有する単純な機械的運動意識の集積として積極的合目的的活動能力を有する意識が生じる。この意識は修正体内の意志群をより高度な組織体に発展させるため、万物創造の気力として電性意識力と理性意識力を生み出す。この両力は同一修正体内で包容交互の作用関係にあって宇宙万物の造成を営む気力として活動する。この両力の発展的創造的自己運動の悠久なる過程で宇宙が完熟、太陽、星、地球などは意志群が集成から凝集、凝固へ進み固体化したもので、元素や生物、人類などはこれらの固体から第二次的に生まれた。前の動画で電性意識と理性意識の実態を明らかにしたが、ここでは活動分野その他の問題について述べることとする。電性理性両力の活動分野は宇宙界と固体界に大別することができる。この両力は共に宇宙界にあっては活発に包容状態にて何らかの物体造成を目指して運動するが、一旦固体発達を遂げ完全にそのものが安定すると固体界に限り休眠状態となる。しかし固体界といっても何らかの刺激を受けると直ちに活発な運動を再開して再び何らかの物体へ変化移行する。両力の活動分野は宇宙界固体界のすべてにわたる。ここで両力の活動分野を決定するために一応の条件をつけなければならない。すなわち両力の活動分野を両力の最も活動しやすい分野に訂正する。この角度から両力の活動を眺めると、電性意識は固体界において最も旺盛に運動し、理性意識は宇宙界空間において最も活発に運動する。なぜならば電性意識は凝固体の意識であり、理性意識は凝集体の意識、つまり固体化しない意識であるから、共に各自の世界において最も強大な力量を発揮し、その発達も各自の世界において最も強力に発達する。それでは固体界においてはどのような分野に分かれて活動しているのであろうか。固体界にあっては電性意識力は主として物質の有象部分、つまり姿のある部分に充満し、その物体の保持、伸長を司っている。いわゆる物体の無限伸長活動力として働く。これに対して固体界における理性意識力は主として物体の無象部分、つまり姿の中の空間に浸透充満して電性意識の著突的盲目的無限伸長活動を調整操作して、いわゆる運営伸長活動力として働く。以上は固体という限られた世界での各々の活動分野を示したものである。ちなみにこれを万物に当てはめて考えると、特に人間に関連させて考察すると、生命活動の種々な様相の謎、理性と本能の意識能動の根源的な謎が解けていくような気がする。まさにその謎は解けるのである。この問題は後の動画で紹介する。まず両力の力量を問題にしよう。大宇宙に氾濫する意志の修正体群に生じた電性理性の両意識力はどちらが強力であるかといえば、これは両意識体の構造とその活動分野から判断できる。先に両力の実態のところで述べたように、電性意識体は意志の修正密度が高く、内部構造に空間が少ないため、その意識体の持つ吸引廃脚力の蓄積される余裕が少なく、したがってその発力も微弱であることが分かった。電性意識体の反発力は高密度体だけに強大であるが、これらは自ら発する力ではないため計算に入れるわけにはいかない。これに引き換えて理性意識体は意志の結合度が電性意識体より低く、体内構造にその吸引廃脚力の蓄積をするには最適の空間があり、そのためにその発力は電性意識体に比べてはるかに強大であり、特に廃脚力は浸透力と化して重要な機能を持つ。また両力の活動分野においても一方が大宇宙界空間に無限に発達し得るのに対して、
他方は個体という限られた分野にのみ主導するため、その力の宇宙的発展面から見ても、この両力の力量は電星よりも理性の方がはるかに強大であることが判明する。したがって大宇宙界に充満する両力の力量も理性意識力がはるかに強大であり、そのために宇宙創造の主力としてこれを規定することができる。さて問題を両力の発力関係に移そう。発力関係とは力の作用関係を意味する。この両力の作用関係は物体造成にあたっての両力の交互関係を意味する。両力は包容交互の形態、つまり和の状態にあって活動する関係にある。それは双方の構造と機能を各々厳格に保持しながら協力補佐し合っている。両力はあたかも一本の縄のようにお互いにまつわり抱き合いながら一つの物体を構成する。共に対立しながら共に刺激し合ってより良きものへ発展する協力和合の関係にあり、それはあくまでも和の原則をもって活動する。両力は和の原則を離れては一歩の発展もなし得ない。なぜこのようなことをあえて話題にするかといえば、この両力の運動形態こそ万物の運動原則を律するからである。現代でも最も重要な人類社会の問題の一つはこの宇宙万物の発展法則に関する問題である。各人がこの法則を書くように自立して人類は全くよるべき法則を知らず右往左往し困難の限りを尽くしている。万物の根源的活動力であるこの両力の運動法則こそ物質発展の一般法則として唯一無二のものである。宇宙真理は全ての人為的解釈を拒否するものである。ここに電星理性の両力の発展体としての凝固体群をその結合密度の工程によって次の4種類に大別し、また2種類の代表的な結晶微粒子を示す。1、凝固過程体、意志の単なる集成体から凝固へ進みつつあるもの。2、凝固体、電星理性の両力が発達して意志の結合密度が高まり固体か一歩手前まで凝固したもの。3、不安定固体及び中間微子。不安定固体とは凝固体がさらに凝固度を高め半ば固体化するが、なお運動や結合が未熟なため完全固体に未だ進み得ず不安定な結晶体の集団となったもの。この結晶体の一単位はもちろん未熟電体であるが意志よりも大きく、しかも将来完成される完熟電子との中間くらいにある微粒子であるため、これを一応中間微子と呼ぶ。4、凝固年体及び未熟電子。凝固年体とは意志群の凝固が最高度に上昇し、その中で結晶した微粒子群の衝突があまりにも激しいために最高熱体となったものであり、高熱性微粒子の集団体である。この単なる凝固体より一歩進んだ凝固結晶体は高熱体であり、これは中間微子よりも意志の結集密度は粗いが熱度ははるかに高く、これを一応未熟電子と呼ぶ。これらの結晶微粒子が将来いかに発展するかは後に詳述する。